こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画では、三角筋に関する起死停止、そして動作、そこから神経支配だったり血液を送っている動脈、そして筋肉とのつながり、関わりについてお話をしていこうと思います。まず、三角筋の起死部なんですが、ちょっと一個筋肉を消しといて、上から見るとね、わかりやすいと思います。鎖骨からこう来て、肩甲骨の肩峰をまたいで、ね、肩甲骨の後ろから肩甲骨の方まで伸びているんですね。三角筋っていうのはすごく分布が広い筋肉になってきています。この分布が広いゆえん、分布が広いからどうなるんだっていうことをまた後でお話ししようと思います。これが起死部ですね。そして停止部っていうのが、ここなんですね。ここの部分。ここをね、三角筋素面と言います。三角筋素面。でね、ちょっと、上腕骨のところを見せたいので、一回この三角筋消すので、こういう感じで走ってるんだなっていうのを、イメージとしてね、頭に入れておいてください。では、筋肉消しますよ。三角筋素面。このあたりですね。三角筋っていうのは、起死部がこんな感じで切って、こう来てると。こう来てるということで、すごくね、肩関節、胸郭に関して広く分布をしているんですね。じゃあ、広く分布をしているっていうのがどういうことなんだっていうと、動作がすごく多いんです。肩に関する動作っていうのが三角筋はすごく多いです。では、その動作っていうのを筋肉の位置関係を見ながらお話ししていこうと思います。では、三角筋を見る上で、この筋肉をですね、3つに分ける必要があります。3つに分けた方がですね、動作っていうのは見ていきやすいんですね。この前側の繊維をもうそのまんまです。全部繊維だったり、前側だったりって言います。とにかくこっち前側ですね。そして、中部繊維、真ん中ですね。で、最後に、この後部繊維。後方の筋肉の部分ですね。この3つで分けるのが大事になってくるので、全部繊維の方から動作を見ていこうと思います。で、この前中後の明確な場所分けっていうのはないんですが、もうざっくりです。前側にあるのが全部繊維です。この全部繊維の役割っていうのが横から見ると分かりやすいです。肩をこっちから上げる動き、バザーってする動きですね。この動きを肩の屈曲と言います。肩関節の屈曲って言うんですね。肩をこっちに上げる動きのことを屈曲と言います。そしてこの全部繊維、もう一個ね、主要な作用があるんです。それが内旋。肩を内側にねじる、腕を内側にねじる動きっていうのを内旋と言います。内旋ですね。内側に回転させるから内旋と言います。ですので、この前側っていうのは肩を前側から上げる。そして内旋ですね。もうちょっと詳しく言っていくと、例えば筋トレする人っていうのは詳しいかもしれないんですけど、ダンベルフライとか、ベンチプレスとかすると、このあたり結構ね、効きやすいんですね。どういう動きをするかっていうと、例えば横にね、腕上げました。今こうなってますけど、横に上げたってなって、この横に上がった腕をこっちに曲げる。ね。こうバッチーンとこういう感じでするっていうのを水平内転と言います。この水平内転っていうのもするのがこの三角筋の全部繊維なんです。とにかく腕をこっち側にやるっていう動きが三角筋の全部繊維ですね。腕を前側に上げますよっていうのがメインの作用です。では次。三角筋の中部繊維です。ざっくり言うとこんな感じ。ここの部分が中部繊維なんですね。はい。で、この中部繊維が働くとどういう動きをするかっていうと、肩を横から上げる動きをします。この動きを外転と言います。肩関節の外転と言います。で、注意しなくちゃいけないのが、この肩関節の外転と、今日のトピックではないですが、この肩甲骨の外転を区別しなくちゃいけません。だから、肩関節の外転なのか、それとも肩甲骨の外転なのかっていうのをこう、細かく突き詰めていかないと、ちょっとごちゃになってることがあるので、肩甲骨の外転っていうとこっちなんですが、肩関節の外転で言うとこうなので、注意をしておいてください。何はともあれこの中部繊維っていうのは肩関節の外転をします。肩関節の外転ですね。では、この後部繊維。この後部繊維ですね。どういう動きをするのかというと、シンプルに考えると、このね、全部繊維の逆の動きをするんですよ。見てみましょう。上からちょっと見てみるとわかるかな。全部繊維と反対側の位置、対極の位置にあるじゃないですか。
反対の位置にあるということは、筋肉の動作も反対にすればいいと。簡単ですねと。前側はどういう動きをしてたかというと、主に肩を屈曲する動き。で、前側からバザーってする動きですね。そして内旋。腕を内側にねじる動きっていうのをやるって言いました。じゃあ、後部旋っていうのはその逆だと。その逆の動きっていうのが肩の伸展、後ろに引く動きですね。これを肩の伸展と言います。そして外旋、肩を外側にねじる動きっていうのがこの後部繊維なんですね。だから三角筋っていうのはすごく広い分布があるんですね。こんな感じで。だから例えば筋トレをする人っていうのはこの部分に合わせてそれぞれ動作が違うわけなんですね。三角筋っていうのは。だから後ろ側鍛えたいんだったらより後ろ側に特化した動きをした方がいいし、前側やりたいんだったらじゃあ前側に特化した動きをした方がいいよね。ということです。これが三角筋の起死停止部、そして筋肉の動作ですね。では次に、この三角筋っていうのに命令を送ってる神経を紹介していこうと思います。バン！これちょっと見えてますね。実はこれなんです。液化神経っていう神経がこの三角筋に命令を送っています。よし、今から三角筋動け、外転しろ、外旋しろっていうのは、この液化神経によってこう命令が送られているんですね。で、このね、液化神経っていうのをちょっと深めていきましょう。三角筋を消していきます。ドン。はい、実は、この深いとこにあるのも三角筋を支配している液化神経なんですね。外側にもあるし、この深いとこにもあるんですね。これを踏まえてもう一回三角筋を見ましょう。ドン。ちょっと透かしますね。透かすとわかるかな？この2層ある。このね、液化神経っていうのがよくわかると思います。浅いとこと深いところにある液化神経。その浅いとこと深いところのその隙間、この間にあるのが三角筋だと。ここのスペースわかります？さっきこの三角筋が通ってたとこあるじゃないですか。ここを通ってるのがドーンと三角筋なので、この深いとこの神経も浅いとこの神経も両方関わりがあるんですね。じゃあこのことからどういうことにつながっていくかっていうと、じゃあこの三角筋が硬くなると、この深いとこの神経もそうだし、浅いとこの神経もこうギュッてこう固まることがあり得るので、このね、液化神経が二股に分かれてるっていうのと、この三角筋っていうのがすごく大きいところに分布してるっていうのが大事になってきます。じゃあちょっとね、せっかくなんで液化神経のね、分布っていうのを見ていきましょう。液化神経っていうのは、この神経の束分かります？これ腕神経層っていうんですけど、腕神経層の後ろの部分、後神経側というところから出てきているんですね。で、実はこの後神経側っていうのはもう一本神経が出てます。この動画でのトピックではないので深掘りはしませんが、頭骨神経っていうのも後神経側から出てます。後ろ側の束から出ているのは、この液化神経と頭骨神経と呼ばれる神経です。後神経側、頭骨神経、液化神経ということで、これね、非常にテスト出るぞっていうことで、テストに出やすいところなので、このね、分類覚えておくといいと思います。三角筋とね、液化神経から絡めて、ちょっとだけね、頭骨神経と絡めてみました。で、せっかく神経が出てるので、次ちょっとね、動脈を見ていこうと思います。三角筋に栄養供給、酸素を供給している動脈はどれかというと、これです。後上腕回旋動脈と言います。後上腕回旋動脈。後ろにある上腕の回旋する動脈。回旋してるぐるって回ってますね。この動脈っていうのが三角筋に栄養だったり酸素を送っています。これね、すごく特徴的なのが、この後上腕回旋動脈も、液化神経も上腕骨をぐるって巻いてるんですよね。これなんか面白いなと思うのが、三角筋に関する神経と動脈っていうのは、上腕骨をぐるって巻いてるんだ。なんかすごく面白いなと思います。試しにね、静脈っていうのを見ると、こうなんですよね。だから、神経、動脈、静脈、三角筋に絡んでくるのは、ぐるっと上腕骨をまたいでる。なるほど。ってなると、じゃあ、例えば上腕骨この辺頸部骨折とかひび入ったってなると、液化神経もこの後上腕回旋動脈とか静脈も傷がつく、攻略されるってことで三角筋がすごくね、攻略されやすいというところなので、三角筋と絡めて神経とか血管っていうのを深掘りしていくと、いろんなとこから三角筋、筋肉っていうのが見えてくると思います。はい、これがね、神経とか血管とか静脈ですね。では他の筋肉との関わりっていうのを見ていこうと
思います。はい、僕の考えでは三角筋っていうのは2つの筋肉とすごく密接につながっていると考えています。それが大胸筋なんですね。ちょっとこの筋肉消しましょう。大胸筋。はい。三角筋の基支部っていうのは肩甲骨の後ろから来て、肩峰来て、鎖骨、ここで終わってるじゃないですか。だけど、大胸筋っていうのも鎖骨から出てるわけですよ。うん。で、三角筋と大胸筋の間のスペース、ここ分かります？ここね、実はなんか崖みたいに、ここグリってなってますけど、実はね、ここ隔ててるのが、このね、静脈しかないんですね。静脈もしくは結合組織なんですが、静脈しかないんですよね。だからこの静脈消すともうほぼね、大胸筋と三角筋って繋がってるって見ていいと思います。だから例えば三角筋が硬くなるとすると、このつながりで大胸筋も働きにくくなるし、大胸筋が硬くなる、働きにくくなると三角筋っていうのもつながりで働きにくくなると考えています。で、実際、解剖実習の動画とかを見るとですね、この三角筋と大胸筋を明確に、ここから三角筋だぞとか、ここから大胸筋だぞって明確に区分している場所っていうのはなかなか確認しづらいんですよね。これ僕の主観なので、僕が見てきた中で言ってるので、もしかしたらそうじゃない人もいるかもしれませんが、基本的にこの三角筋と大胸筋のこの隔てる部分っていうのは、なかなか一発では分かりにくいところなので、大胸筋と三角筋はつながれているという意識で大丈夫だと思いますし、じゃあ、ここのつながりっていうのを見ていくと、ぶっちゃけ大胸筋から三角筋の後ろまでつながっていってるっていうことが見て取れますよねと。ね、これ三角筋こっから来て、こっから来ても大胸筋こんなにつながってるみたいな。なんか大陸みたいになんか広くないですか？もともとね、大きい筋肉が2つつながっているので、それだけ、じゃあこのつながりを見ていくと、胸の前側、肩の後ろまでつながるすごく大きなつながりなので、大胸筋と三角筋のつながりはもうかなり重視しています。これが三角筋と大胸筋のつながりですね。で、もう一つお話をしていくと、僧帽筋ともね、付着部っていうのを共有してますね。肩甲骨だったり、この肩峰の部分。大胸筋と同じような理論ですね。筋膜的にもつながってるんで、僧帽筋から三角筋、僧帽筋から三角筋っていう理論でいけるので、ぶっちゃけこの後頭部からここまでね、つながりがあるんですよね。すごく大きな筋肉同士でつながりがあるので、ただでさえ面積が広い、体積が広いということで、僧帽筋、三角筋、三角筋、大胸筋っていうつながりが見ていけます。でですね、この首の前側には後傾筋っていうすごく薄い、そしてとても浅いところにある筋肉があるんですね。これ今ハイライトしているのが後傾筋っていうんですね。広い頸部の筋肉と言います。これ見ていくと、この後傾筋と三角筋、もしくは大胸筋となんかつながってねって見ることができると思うんですが、いや、ちょっとね、近いんだけど、明確なつながりっていうのは低いかなと思ってます。ここ輪郭辿っていくと、三角筋と大胸筋っていうのはなんかほぼほぼつなぎ目が、わからんなっていうぐらいのとこだったじゃないですか。だけど、この後傾筋と三角筋、大胸筋っていうのはなんかつながりがちょっと明確だと。というのも、この後傾筋っていうのは三角筋、大胸筋よりも一層浅いところにあるんですね。一層浅いところにあるので、近いっちゃ近いんだけど、三角筋、大胸筋のつながりよりは明確ではないと。むしろこっちの方がつながりが強いんで、後傾筋は、近いけどそうでもないよねっていう感じなんですね。だから三角筋に関して言えば、もう僧帽筋、三角筋、大胸筋の方がつながりが強いと感じています。これが、筋肉とのつながり、関係性ですね。で、もう一個ちょっとね、言っておきたいのが、リンパとの関わりなんですよ。リンパっていうのは全身に存在するので、すべての筋肉とリンパっていうのは関係があるんですが、三角筋がね、ちょっと基準点になる場所でもあるんですね。はい。基本的に上半身のリンパっていうのは脇の方に流れていきます。脇の方に流れていくんですよ。こんな感じでね、この液化リンパ節っていうのがあるんですが、基本的には脇の方に流れていくんですが、ここでなんかちょっと、分断されてるの分かります？なんかこっちはこっちで流れてるし、こっちはこっちで流れてるっていうの分かりますか？なので、これちょっとアプリではちょっと誤差があるんですが、だいたいね、三角筋の真ん中ぐらいで前側から通るのか、後ろ側に通るのかっていうのを分断する地点があるんですね。
三角筋の真ん中ぐらいから前側っていうのは前側経由で脇の方に流れていくし、三角筋より後ろのラインっていうのは後ろの方に流れていくということで、この三角筋の真ん中のラインっていうのがリンパが流れる分断地点みたいになっているんですね。これがリンパと三角筋の関係性です。はい、今日三角筋に関して起死停止、骨のどこにひっついているのか、そして三角筋の動作を言っていきましたね。そこから神経だったり血管、神経もどういうとこから出てるのか、その三角筋の神経、液化神経がどこから出てるか、そしてその共通の神経、どういう同じところから出てる神経、今日は橈骨神経でしたね。その橈骨神経もちょっと言いましたし、動脈との関係性とも言ったし、筋肉とのつながりっていうのも言っていきました。今日は三角筋について深掘りをしていってみました。以上です。ありがとうございました。